今日はウェットインウェットについて説明させていただきたいと思います。ウェットインウェット、濡れたウェットの上にまたウェットを入れるということですよね。絵の具が乾かないうちに違う色を塗っていくと。そうすると絵の具が自然と混ざります。で、そのためにそのおかげできれいなにじみができるということですね。で、これが水彩画の大きなメリットだと僕は思います。で、僕が水彩画が好きなのもこのウェットインウェットができるためだと言っても過言ではありません。ウェットインウェットの他にですね、もう少し追加で説明をさせていただくとですね、ここの白いところが結構明るいところがこの写真はいっぱいあります。で、今回は紙の下地のホワイトのところをそのまんまなるべく残すようにして明るい絵を描きたいと思っています。で、なぜかというとここのウィンドウとかドアとかですね、窓のこのピンク色がとってもおしゃれだと思います。で、色がとても綺麗なのでなるべくいつものようにというか、重ね塗りをして深みのある絵というよりは明るい色で、おしゃれな感じで仕上げてみたいなっていう気持ちがとても強くあります。で、そのためにですね、ウェットインウェットをやって塗った上にはですね、もう重ね塗りをなるべくしないように今回はしていきたいと思います。はい、紙はいつものようにある種の 300g を使っています。今回ちょっと下書きを下書きの方法なんですけど、全体薄く当たりを取ってから人物のところから一筆書きみたいな感じで描いています。実際にはゆっくりですね、バランスを見ながら位置関係を考えながらゆっくり丁寧に描いています。絵の具はちょっと綺麗な色にこだわりたかったのでウィンザー&ニュートンにしました。ですね、パレットである程度色を作ります。今パーマネントローズですね、赤いところが、それからウルトラマリン混ぜています。で、やはり丁寧にですね、今回は写真にかなり忠実にいきますけれども、最初から実はウェットインウェットでします。で、今度赤っぽい色絵の具をつけました、筆に。で、先ほど塗った青っぽい色のまだ乾かないうちに次の赤い色を塗りました。コバルトブルー、それからローシェンナーを混ぜて少し濃いめの暗めの色を作って先ほどの絵の具が乾かないうちにのせています。実際の写真はグレーの影になっていますが、それだと美しくないので紫色系の色にしています。紙はですね、少し手前に傾けています。ちょうどティッシュペーパー箱1個分を板の後ろに置いてるっていうぐらいの高さですね。コバルトブルー、それからこれウルトラマリン、パーマネントローズを混ぜて紫を作りましたね。ウルトラマリンもう一回、ローシェンナーを混ぜるとですね、紫に、黒っぽい色になります。今バーントシェンナーを混ぜました。
バーントシエナとウルトラマリンを混ぜると黒っぽい色になる、グレーになります。でここに先ほどの色まだ乾いていませんので、もう一度重ねています。またブルーを一度水で筆を洗ってからブルーを作りました。ちょっと様子を見ながらですね、左がオレンジも混ぜて、下の部分ですね、ちょっと暖色系の色をここで塗っています。こんな感じですかね、乾いた感じ。今度はパーマネントローズでピンク色のドアを丁寧に塗っています。この辺は分かりやすいようにノーマルスピードでお届けしています。このドアが絵のメインみたいなもんですね。パーマネントローズのピンク色を濡らしといて、ウェットインウェットでセルリアンブルーを塗っています。ここで綺麗に混ざってくれるといいんですけど、こんな感じですかね。もう一度ピンク色ですね、パーマネントローズを塗っています。ここからちょっとスピードアップしました。今回はこのお店の可愛い雰囲気をなんとかそのまま絵にしたいなという意識がとても強かったので、なるべくですね明るい色を意識しています。で、オープニングの後にも言いましたけど、明るい絵にするためにホワイトを紙の色のまま残そうと思っています。でここ左側のウィンドウのところ、写真では黒ですよね。黒だけどやっぱりここも、ウルトラマリンとパーマネントローズを混ぜて紫色を作って塗っています。ちょっと紙を傾けているので自然と下の方へですね絵の具が少し流れます。ドアのピンクが乾いたタイミングで、暗いところも塗りました。木の影ですね、この辺も結構重要なポイントだと思いますけれども、普段ならそんなに木の影はこだわらないんですけれども、今回は丁寧にですね写真に基づいて塗っています。木ですね、木が少しまたポイントだと思いますのでノーマルスピードにしました。下から上へ塗る場合もありますし、今回は上から下にですね絵の具を垂らしながら、ここもウェットインウェットを使いたいので、上から下に自然とゆっくりと絵の具がにじんでいくというか動いていくので、それを使っていこうと思います。実際の木はもっと真っ黒ですけども、これもやはり明るめのブラウンで描いています。筆はいつものように書道用の中筆ぐらいですかね、中筆ぐらいの筆で描いています。少し水でですね絵の具を落としました。そしてちょっと水筆みたいな感じで塗りましたので明るくなりました。窓の上のネオンサインというか、お店の看板のようなところ、ここは丁寧に描く必要がないかと思いますね。はい、では人物です。人物のこの黒いコートが黒
黒っぽい色でカクッと絵が締まるので、ちょっとここはしっかりと濃く描いていますが、足元の方やっぱりウェットインウェットで少しグラデーションを作りたいと思っています。ここちょっとブラウン系というかを入れました。少しにじみができましたね。グラデーションができて光を感じる人物になったと思います。ウィンザーレッドかな、少し赤も入れました。人物は黒木的にパッと描く場合と、このように一人だけの場合ですね、ちょっと絵のポイントですので、このような場合は本当にゆっくりとですね、丁寧に描きます。で、だいたい上の方を濃くして下の方をこう薄くすると、なんとなくこう道の面からのこう照り返しがですね感じられていいかと思います。お店の前にある黒板というかメニューみたいな黒板ですね。この辺もちょっと細かく書いてあげると面白いので、厳密に文字は書いていないんですけれども、ホワイトガッシュでちょんちょんちょんと雰囲気書いています。ちょっと光のポイントをガッシュで入れました。それと同じ筆で、違う看板の文字も入れています。こういう文字ですね、読めなくていいと思います。読めない方がいいかもしれませんね。だけど入れると面白いです、絵として。ガッシュを飛ばしてます。これ光をイメージして、飛ばしていますね。あとは、細かいところですね、木のついたところちょこちょこと手を入れています。はい、これで一応完成になります。今日はウェットインウェットについてご説明させていただきました。皆さんのご参考に、なったらとっても嬉しいです。またですね、もし何かコメントとかですね、質問とかありましたらぜひ書いてくださると嬉しく思います。ここまでご覧くださりどうもありがとうございました。それではまた。